ちょっととりあえずお化粧します。ベースメイクは軽めにこの3つです。眉毛はずっとユアグラムのライトブラウンを使ってます。そしたらジューシーのね、このパレットを使ってチークとアイシャドウとシェーディングとリップやっていきます。涙袋、リップはピアです。マスカラは普段はこのウォンジョンヨーを使ってるんだけど、あれの落としにくいから今日はこっちのキングダムを使います。アイライナーはずっとセザンヌです。お散歩でハイライトは必要ないかなと思うんだけど、一応ね、このローラ・メルシエのハイライトをつけておきます。わかる？わかんないか。最後ね、クラランスのリップオイルもつけておきます。じゃん、完成しました。普段のお出かけメイクの時とは使ってるアイテムがベースメイクだったりマスカラだったりところどころ違うんですけど、だいたい普段のメイクはこんな感じです。髪の毛はお団子にしちゃおう。ちょっとね、縛ってきます。じゃん、お団子にしました。やっぱね、ちょっとお団子は楽でいい。早朝って湿度が高かったりする時が多いじゃないですか。だから髪を下ろしててもね、結局ボサボサになっちゃうからまとめとこうと思ってお団子を選びました。ちょっとなんか光の当たり方が変なんで移動します。多分ね、今日の動画の趣旨を全く説明していなかったんですけど、今日は去年の夏ぐらいに投稿した眠れない夜に朝日を見に行くぞっていうちょっとした Vlog があるんですけど、こちらのリベンジ会です。ちなみに今は4月22日の3時20分です。それはつまりどういうことかというと、まさに今日が動画の投稿日なんですが、撮ろうと思ってた内容がね、うまくいかなかったり、撮ってみたものがちょっとって感じだったりで、ボツにしちゃったりして素材がないんですだからね、今からこれを撮って編集して今日あげる予定でいます。前回のね、早朝散歩の時も多分同じような状況だったと思うんです。前回はね、もう蚊に刺されで大変なことになって朝日とか朝焼けをね、楽しむ余裕が全くなかった惨敗だからね、私自身もリベンジしたいなと思ってたし、少し前にね、コメントでもまた見たい、リベンジしてくださいってコメントをいただいていたり、あとはね、リベンジをするならまだ蚊がね、本格的に動き出してない4月とか
遅くても5月頭くらいまでかなと思っていたので、これがきっとね今年の夏前のラストチャンスかなと感じているので、今日が決行日になりました。楽しみでね、なんだっけ、今ねすごい私の中でプライベートのこともそうだし、お仕事のことでもそうだし、自分の中でねすごく大きなことが重なっているタイミングで、キャパオーバーになってショートする瞬間がね割と頻出している状況なんですね。そうね、だから一瞬動画を今週はお休みにするのもいいのかなって、4月は募集あるしっていうのもよぎったんだけど、なんかねそれは自分で許せなくて、私のチャンネルを見てくださってたり、コメントとか DM を送ってくださる方々は本当に優しくてあったかい人たちの集まりだなっていうのを常に感じていて、だから無理のないペースでいいんだよとか、楽しめるペースで長く続けてねとか、そういうね優しい言葉を日頃からかけてくれるし、今こうやって話してる内容を聞いてまたそうやってね心配してくださる方ももしかしたらいるかもしれないんですが、動画投稿を始めて最初の方は毎週水曜日投稿できてるわけじゃなくって、隔週になってたりとか、上げられる水曜日に上げるっていう感じでやってたんだけど、多分徐々にね自分の中でリズムができてきて、毎週水曜日にコンスタントに上げられるようになって、まだ1年も全然続いてないけど、それが積み重なっていくごとに継続という面でねすごく私の中での自信にもつながるし、やっぱり動画の最後の挨拶でまた次の水曜日の21時にこのチャンネルで待ち合わせをしましょうって言ってるんだけど、本当に水曜日の21時はみんなとのね待ち合わせの時間、約束の時間だってすごく強く思うようになって、それをね破りたくないなっていう気持ちの方が、今週ちょっと休んじゃおうかなっていう気持ちよりはもうはるかに強くって、自分の自信もねさらに積み重ねることができるし、毎週水曜日が楽しみって伝えてくださる方々に動画を届けることもできるしで、もう一石二鳥なんです。一石二鳥一石二鳥ちょっと待ってね。一石二鳥一石二鳥。どっちでもいいってこと？聞こえた？一石二鳥一石二鳥。どっちもある。調べた感じどっちでもよかったのかも。そう、一石二鳥なんです。だからね、無理にね追い込まれてやらなきゃってなってるっていうよりは、すごく楽しくやるぞっていう気持ちなのでもう全然心配しないでくださいね。本当に体とかめっちゃ元気だからでね、そう大きなことが重なってるって話をしたんだけど、1個は結婚式ね、5月の末にやるので、もう1個はまだみんなには言えないんだけど、とってもねすごいっていうことがあるんだ。早く言いたいちょっとみんなに早くね報告をしたいんだけど、報告できるまでもうちょっと待っててね。みんなが喜んでくれるかはわからないんですけど、私にとっては本当にすごく信じられないことが今起きているっていう感じ割とね1ヶ月後とかにはもう報告できているんじゃないのかなと思うので、もうちょっと待っててください。ちょっとこんな風に匂わせだけさせてもらいました。よいしょ。何しよっかな。今日はね日の出が5時らしいので、家出るまでもうちょっと時間があるかな。何しよう。もうちょっと話してもいいですか？私ね2月の末ぐらいからその結婚式に向けて何か運動しなきゃと思って、とりあえずウォーキングを始めたの。
今のねメインのお仕事が在宅でのお仕事なので、本当に歩かない日はもう10歩とかそれぐらいな日もあったりして、明らかに運動不足だったんですね。そうだからもうとりあえず歩かなきゃと思って、2月の21日に 16.5 キロ歩きました。でもうそこからね、2月は21日から突然始めて、28日までの7日間で 54.2 キロ歩いていて、3月はねすっごく頑張ったの3月は 10km を超えた日が7日間もあったりして、3月の1日の目標の距離数は7キロに設定していて、そんな3月の総距離は 263.95km。 すごい4月はちょっとだけモチベーションが下がってて7キロっていう目標をやめて5キロにしてるの、1日の目標ね。で現時点で 138.16km。 絶対3月の記録には届かないけど、そこそこ歩いてるんじゃないのかなって思っていて、そんだけ歩いてればさ、なんか見た目とか体重とか変化あるんじゃないのかなって思うでしょ。そんなことないんですいっぱい距離を歩くことによって今まで出会えてなかったスーパーとか知らなかったお店とかに出会ってくるのね。ウォーキング帰りにそういうスーパーとかに立ち寄って、近所のスーパーとは違った目新しいラインナップにすごいワクワクドキドキしていろいろね買っちゃったり、こんなパンが売ってるんだとか言ってパン買ったり、しかもやっぱウォーキングでよく動くようになって、お腹もねこれまで以上にすくようになって、なんか多分歩いた分食べてるなんかそんな気がしているんです。ウォーキング始めた当初から増えたり太ったりっていうことはさすがにないけど、ずっと横ばい。やばいよ、あと1ヶ月ちょっとしかないのに。まさかそんな弊害があるとは思わず、自分の意志の弱さでしかないんですけどだからちょっとね、5月は食事制限さすがにしないといけないのかなって思ってます。結婚式までの間だけね、できますように。私ね、もうだいぶ前だけど中学生の頃に食べないダイエットをして、そのままご飯が食べられなくなっちゃった時期があったんですよ。食べるのが怖くて、ちょっとでも太るのが怖くて、で心療内科連れてってもらって入院してみたいなこともあったんですけど、退院した後にはね、もう反動ですごく食べるようになって、ダイエット始める前よりもねぐっとリバウンドしちゃってみたいなあったから、食事制限のダイエットがねちょっと怖いの。食べ物とかカロリーとかそういうものに頭が支配されている状態から抜け出すのにもすごく時間がかかったし、人とご飯を食べるのもすごく怖くなっちゃって、それが一番長かったかな。人前でご飯食べるのが怖いみたいな。食事を純粋に楽しめるようになるまで本当に長い年月がかかった。やっと最近人とも楽しくご飯が食べられるようになった。もう二度とその以前のような状態に戻りたくないんですよ。だからちゃんとね、ちょっと正しい食事制限をねしたい。無理のない食事制限を。もちろんねいろいろ調べているけど、もしこうした方がいいよっていうのがあったらぜひ教えてください。お話パートがちょっと長くなっちゃったかもしれない。あと見て、これね、なんだっけ、駅のコンビニニューデイズかに売ってるジャスミンのミルクティー、これがね X でバズってたの。だから気になって買ってきてもらったんだけど、美味しい。普通
ペットボトルとか缶とかの飲料にあるミルクティーって大体ものすごい甘いじゃないですか。そういうねガツンとした甘さはなくて、本当にすっきりとした甘さ。美味しいかも。ちょっとこうね、水で割ったジャスミンミルクティーみたいな気もしちゃうんだけど、これまでコンビニとかで売ってるミルクティーとは違ったすっきりとした甘さなので、好きな人はとても好きだと思います。ぜひ飲んでみてね。じゃあちょっとね、着替えて準備してきます。また後で。今歩いてたらタヌキに会いました。びっくり。で、空がピンクになってきた。あとちょっとで日の出の時間だ。間に合うかな。カモが道にいる。陸にいる。なんだろう、あの鳥。サギかな。キジバト。ツツジが綺麗だ。よいしょ。お絵かきして帰ろう。なんか境界線が変なんだ。なんか普段お散歩行く時とかはさ、イヤホンつけて音楽聴いたりポッドキャストをね聞いたりすることが多いんだけど、なんか時々こうやって外してみるといろんな鳥の声が聞こえたり、水の流れる音が聞こえたり、なんか穏やかで気持ちいいなって感じました。いいね、たまには。ただいま。ケロもただいま。よいしょ。おいで。おいで。うん、かわいい。おいで。ただいま。行く。ペグもただいま。すごいちょっと逆光だ。おそばありがとね。した方がね。よいしょ。
ただいま。無事に朝日を見て帰ってきました。前回のようにね、蚊に妨害されることもなく快適にちょっと朝の時間を過ごすことができました。ちょっとね、日中が最近暑い日が続いてるからちょっと薄着しちゃってたんだけど、やっぱ朝は寒いね。まだ多分もう少し日が高く昇るのを待ってれば水面に日の光が反射してキラキラしてる様子も撮れたのかなとは思うんですけど、なんか暗い状態からじんわりあったかいオレンジ色が広がっていく様子がね、見ることができただけでもう十分満足でした老若男女問わずこんな朝早い時間からジョギングしてたりお散歩してたり、あとワンちゃんのお散歩を連れてきてたり、自分の中の朝のルーティンとして組み込んでるのかもしれないけど、自分をね律してもうあんな朝早くから何かしようって行動している方たちを見て、私は本当にね子供の頃から朝が苦手な人間だからなかなか真似はできないけど、本当にすごいなって尊敬の眼差しで眺めていました。あとやっぱり夜更かししてるとお腹がすくね。今は6時です。ちょっと今から何かを食べて、そして編集に移りたいと思います。ちゃんと今夜みんなと会えてますように。はい。それでは本日も最後まで見てくださってありがとうございます。また次の水曜日の21時にこのチャンネルで待ち合わせをしましょう。それでは皆さんおやすみなさい。いい夢を。バイバーイ。